ゲンバーボーン。度重なる悪潮を乗り越え汚染源の隔離に成功した我らのビーバー。もうカッサカサに怯える日々はおさらばだ。さらなる繁栄のために今日も建設頑張るぞー。北の汚染の源隔離によって浄化された湖、ただいま汚染濃度 1%。水門閉じて貯水モード。ピンチの時はここから汲み出すのが良さそうだ。余った綺麗な水は北に流してさらに貯水化。つながる北西の排水用の水門も、ただいま建築中であります。干ばつ警告来たけど干ばつならいくらでも耐えられそうだ。増設した汚水車完成したけど、動力200程度と微妙な感じ。なので水深を適切な高さに調整。またアホみたいに丸太使いやがって。動力足りんくなったら水車増設でゴリ押しの予定なのでしゃあなし。困ったら数でカバーだ。倉庫の建て替えを始めようとしたところで干ばつ28日が到来。まあ今の状況なら干ばつもただの空気。倉庫はクレーターの排水が終わったので、設計を見直し立体的にすることにしました。地下に倉庫を埋め込む、懐かしのata岡式倉庫の復活である。何言ってんだと思った方は、過去動画のゲンバーボーンエピソード2をご覧ください。最終回はビーバー3000匹のヤバい世界をご賞覧あれ。水がきれいになりすぎて汚水が不足してきちゃったので、遠いけど北にポンプとタンクを建設。汚水は汚水でそれなりに消費すんだよな。盛り土した地にと埋めろこうし。食料も有り余るほど生産中。きれいになった西のクレーターのスクラップの回収開始。ビーバー、それは滅んだ人類の負の遺産を浄化する大地の再生者。倉庫の中身を入れ替えながら再建設、二度手まで済まぬが頑張ってくれー。超高速に運びが早すぎて引く。奴らにかかれば倉庫の入れ替えなぞ一瞬よ。まあこんな感じで倉庫いっぱい拡張しました。倉庫が2倍ならピンチの時も2倍耐えれる。余ってる人員で団結の炎建設開始。幸福度アップでさらにビーバーの作業速度をアップするのだ。工場の資材置き場も破壊して再建。ata岡式資材置き場に生まれ変われ。リアルでやると崩れて大事故になるから、良い子は真似しないでね。おい。各階に階段を設置して無理くり道を繋いでおります。その上に足場を作って1段ずつ増やしてく。資材置き場は高さが1だし調整が楽でいいぜ。こんなにいらねえだろってくらい作るのがata岡式資材置き場のコツだぜ。今のバージョンは倉庫一つに1種類だから、これでも足りないくらいだよ。マジか。団結の炎、完成だー。わーお。ビーバーよ、団結し新たな未来に突き進むぞー。テンション上がったのはわかるが連射すな。てっへー。じゃあお次は労働者の像をよろしく。順調順調。工業用の資材置き場が完成したけど、品目選択するのがめんどい。設定した方が色々とはかどるんだけど、設定すること自体が面倒なんだよな。わー。我らの町だいぶ立派になりました。序盤の地獄が嘘のようだぜ。水深の調整をした結果、1機当たり400馬力になりました。無難な値。ata岡式倉庫も完成し災害の備蓄も OK、資材置き場もできて工業区も効率アップ。生産体制がだいぶ整ってきたぜ。今後は地形の改善とか忙しくなりそうなので、テラフォーミングステーションを増築。繁殖ポットで増やしましょう。汚水から生成された生成物で、その体を分裂させるのだ。爆薬工場の場所が気に入らないので移築。爆破ジャンキー、製造元の位置にすらクレームをつける。こっちに綺麗に並べましょ。なお在庫は余ってるので、工場は気分で稼働したりしなかったりの適当総量。空気だった干ばつおしまい。青々とする湖が余裕の証。いのー、ちの水。規模こそ小さいが生産施設も揃ってきたし、この町もだいぶ発展を遂げてきたぜ。そろそろゴーレム作って自動化するか悩むところかな。あれ可愛くないぜ。じゃもうしばらくビーバーで頑張りましょ。だな。ビーバーの数を増やすなら水の確保は重要。この西のクレーターを悪潮時に汚水を分水できるように、大規模工事に取り掛かるぞー。水中にある8個の水源、これをどうにかして管理する必要があるぜ。水源を管理し、さらに水車も設置できるようにして動力も生み出す、夢の建造物がこれだー。いやこれ丸太いくら使うつもりだよ、絶対足りねえよ。水車を諦める低コスト工法で汚水の分水だけにしときます。多分これで丸太4000本くらいはコスト削減できたかな。今の生産量だと大規模建設はまだ厳しい。だな。そんなわけで基本運用は通常時は水源から出た水を北側に流して、さらに北のクレーターに排水。
アクシオジは南側に汚水を排水してマップ外に流す感じだな。これで行きましょ。さて大規模建築中に邪魔するのも悪いので、ちまちま地形操作の予定でも入れときましょ。大規模建築の最大の敵、暇。建築ラッシュの中干ばつ22日が到来。また空気だろ。北西のクレーター除染が終わらないなと思ってたら、流れてくる綺麗な水がそのまま排水されてる感じ。これじゃ汚水が薄まらないわけだ。汚水の分水工事が終わったらこれもどうにかしましょ。だな。時は建設ラッシュ、建設作業員増員だー。培養ポットで増えたビーバーをすべて建設に回せー。あとちょっとで100ビーバー。大台目前。南西の元汚水クレーターの最後のスクラップ回収。人類の負の遺産掃除完了だぜ。大規模工事のコツは複数箇所から工事できるようにすること。資材もったいないけど足場を作って同時作業できるようにしましょ。クレーターの工事は足場がいっぱいいるから地味に辛い。繁殖ポットが止まってるー。なんでだ？とりあえず優先的に運搬にチェックして様子見ましょ。原因は先送り、これがビーバー脳だ。どうやら原因は生成物の生産遅れ、汚水の源にポンプ追加してたけどダメだった模様。まさかの汚水不足発生。お前、ひっまそうやなー。こら建築サボってるからって連打すな、パワハラ上司かよ。作業指示足りてないかな？丸太とか資材は足りてるみたいだぞ。アクシオにビビって水中での作業は避けてたけど、階段作って水中からの工事もさせればよかった。かもしれん。空気だった干ばつ終了。特にそれといった被害なし。一応干ばつ中に汚水も蒸発して、汚染濃度が下がったのが被害と言えるかも。汚水ポンプ増設。こっちに立ててもよかったんだけど、汚水車の馬力が減りそうだったので却下しました。こっちの方がちょい近い。繁殖ポットも再稼働したけど、ビーバー82匹に減少しちゃった。あと少しで100匹だったのに残念。真っ赤だった東南のクレーターがここまで除染されたのは予想外だったよ。こういう状況も想定した街づくりしないとダメだな。そしてまた干ばつ20日。さらに東南のクレーターが綺麗になるぞ。お前、ひっまそうやなー。アクシオ来る前にこの下のスクラップ拾いに行けや。今日もレイム班長はパワハラ指導。東南クレーター汚染濃度 4% にまで減少。汚水ポンプも結構浄化してそうだ。まあ北の汚染ポンプ稼働で生成物は供給できてるから、町の運営は正常化した模様。汚水不足で人口激減エンド回避。あたおか式倉庫、さらに縦に拡張。バカと煙は高いところが好き。うおー、余ってる建設員よ、植林した木を撤去するのだー。せっかく植えたのにもったいねえ。そう、前にやろうとして諦めたコーヒーの存在を思い出したのだ。そういやそんなこともあったな。追加の倉庫前は橋を多めに使ってみました。景観を気にする余裕ができた。コーヒー焙煎所は家の近くに取り間建築。ビーバーの朝はコーヒーから始まる。隅っこにこっそり保管してた昔栽培したコーヒー豆解禁。それこの前を水浸水。それは秘密だよ。こらこら。疑惑のコーヒーはこちらに保管。長時間樽で保管されたコーヒー、どんな味がするんだか。間もなくアクシオがやってきます。お、これで汚水不足解消できるな。いやいやいや何悠長なこと言ってんの。まだ西のアクシオ分水工事真っ最中だよ。そうだった。あと3日しかないぞ、工事急げー。そんな中仲間に裏切られ埋められそうになるビーバー。何やってんだよ。一晩放置されたものの翌日無事救出。上から土をぶっかけてその上から這い出るワイルドな救出劇だった。アクシオまで残り 0.3 日。工事全然間に合いませんでした。結局工事未完成のままアクシオ21日に突入。あともう1サイクル待って欲しかったぜ。でもちょっと工事した部分が機能してアクシを防いでる。このまま建築急げー。ってだー、やばい汚水溢れてきたー。エマージェンシー、建設ビーバー退避だー。ちょっとくらい足にかかったくらいで工事を投げ出すことは許さん。このまま作業だー。おい鬼班長にも程があるぞ。こういう時はビーバー命第一だろ。工事が終われば汚染は止まる。急げばええんや。無茶言うなよ。水門全開放。作業員は作業を続けろー。どんどんビーバーたちが病気に。病気くらいで仕事は休むな。そんなところで寝るな、死ぬぞー。緊急時だから作業時間を延ばしたんだ。寝るんじゃない、働けー。労務局員さーん、ここに悪魔がいまーす。労務局め、何がサブロク協定だ。って帰ってきたら中央溢れてるやないかーい。第3次。
完全にやらかしこりゃさすがに自分でも認める大失敗だわ。汚水分離工事は完全設計ミスでございます。水門3つじゃ排水能力不足だったな。水源2に対して水門1の割合で作り直しまっしゅ。病気になったビーバーたちに哀悼の意を、労働災害防止に努めます。はあ、水門のサイズケチっただけでこんなことになるとは。汚水触らないように工事するの地味に面倒で、はしょった結果がこれだ。除染ポット増設しとこ。10匹を超えるビーバーが病気になったが、除染ポットは3つしか用意しないけど。ゾンビーバーを、回復中。治ったら交代して使ってね。なんとなく盛り土でちっちゃい池の建設を開始。なお矢印の方向がおかしく、このままでは工事を完遂できないとまだ知らない。矢印回転できるの忘れてたんよ。西のクレーター近くも盛り土盛り土。大規模工事終わったら、ここは常に潤うから植林や農業に最適だぜ。排水して水位が下がり、安全に工事できるようになりました。最初から下げときゃ事故らんかったのに。綺麗な水が惜しかった。さよか。ビーバーの家に屋根を建設。生活に余裕ができて美意識が高くなってきたビーバー。ついにアクシオの分水大規模工事が完了。あと10日早ければ大惨事にならなかったのに。それは言わないで。湖は汚染されちまったけど、もうこれでアクシオは南側に全部排水が可能になったな。次のアクシオが来た時には綺麗に青と赤の水が分かれると思うよ。結果が楽しみだぜ。では西クレーターの汚水分離工事が終わったところで今回はここまで。面白かった、続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。励みになります。事故を起こしながらも巨大建築を完成させたビーバー果たして次は何を建設するのか気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ。